皆さんこんにちは、ポトシです。今日はですね、新緑の真っ只中なんですけれども、朝から雨が降ってね、霧もすごくね、濃く漂っているので、ちょっとそんな幻想的な中でいろいろとね、撮影をね、していきたいなと思います。で、今回は東北を中心にちょっと撮りたいなと思ってるんですけれども、冬のね、雪の影響で倒れてしまった木、いろんな害力で倒れてしまったり、折れてしまった木をね、ちょっと中心に撮りたいんですけど、ちょうど今ここにも白樺がね、立っていて、冬に折れちゃった白樺なんですけれども、もう幹が裂けて雄たけびを上げているような、そんなね、凄まじい光景なんですけど、まだ、折れた先の枝の部分っていうのは地面についてるんですけど、新芽がね、ちゃんと芽吹いていてね、生きてるんですけど、ちょっとそういったね、もう、あそこ折れてしまったら死んでしまうような木をね、今撮っています。ちょうど霧もすごくね、綺麗なので、そういった雰囲気と合わせて撮る方がいいかなと思ったのでね、ちょっとこの木を選んだんです。本当にね、素晴らしい。ということで、ちょっとこの後もいろいろと移動しながら撮っていきたいなと思うんですけど、まず、こちらで撮れる写真はこんな感じです。今ですね、こちらは大きいミズナラの巨木が、倒れたその内部にね来ているんですけれども、去年までは全然倒れてなくて立ってたんですけど、崖崩れみたいな感じで根っこごともうなぎ倒されてるようなね感じですね。で、下に倒れて砕け散ってるような、そんな感じの凄まじいところの今中にいるんですけれども、ちょっとこれも雨絡みで撮ってみたいなと思っていたので、来てみました。本当に幹が裂けているので、この内部っていうのがね鮮やかに見えているんですけれども、ちょっとそういった痛々しいところと、あとはこの新緑っていうところで、新緑はその、傷を癒すじゃないですけどね、そういうようなイメージでちょっと構成できたらいいかなと思ったりだとか、全体的にこの大きい巨木を取るっていうよりは、この内部の世界を、小さい世界をですね切り取っていけたら面白いかなと思っています。なんかこういうところをずっと撮ってるとね、あっという間に時間が過ぎてしまうんですけど、自分のフォトツアーもね結構こういう感じで時間を取って撮影したりするのでね、またそういうのに興味ある方は参加していただけると嬉しいんですけれども、ちょっとねこんな感じの小さいところをいくつかここでは撮っていきたいなと思います。ちょっと沢も流れているのでね、沢絡みの撮影もできればなと思うんですけど、鳥の鳴き声がめちゃくちゃ綺麗なのでね、最高です。ということで、ちょっと小さい世界をねいろいろと撮っていきたいと思いますけれども、こちらで撮れる写真はこんな感じです。今度はですね、特に倒木ってわけではないんですけれども、非常に大きいミズナラの木々がですねこうずっと上に生えていて、天井をこう覆いかぶさるような感じで、谷間の方に向かってね生えています。木っていうのは本当は下から上に生えて、それを表現したりするんですけれども、ここではちょっと逆の発想で上から降ってくるような、しだれ桜を撮るようなイメージでちょっと、配置してね撮っていきたいなと思います。あとは手前の、新緑がねすごく美しいので、そんな、新緑たちをねこの前景に散りばめながら、そこから上に垂れてくるね、このミズナラの木の枝を、取っていきたいなと思います。本当にねすごい綺麗です。空がね青空だとちょっとその青の要素がね入ってきて、この緑と喧嘩するんですけれども、今日は雨の後の曇りなのでね、ちょっとハイキーみたいな感じのイメージで撮っていけたらなというふうに思います。まだミズナラの葉っぱ自体はね小さいので、点々点っていう感じで可愛いんですけれども、これから天井をねどんどん追っていくんじゃないかなという感じです。という感じでね、ちょっとこうやってアングルを調整しながら前景の葉っぱをどうやって入れようかっていうのを考えながら撮っていきたいなと思います。
ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。よく見ると背後に先立った古木のミズナラが隠れていました。同胞の関係だったんでしょうか。姿は違いますが、ちゃんとそれぞれの役割を果たしているようです。雨で濡れた林床に無数の白い小さな花びらのようなものが落ちています。オオカメの木の装飾家がブナの葉と美しいデザインを成していました。最後はですね、ちょっと小さい被写体をね撮って終わりたいなと思うんですけれども、だいぶね日も上がってきたのでこれで最後かなっていう感じなんですが、ここ歩いていたらね小さい、ブナのね新芽が出ているんですけど、新芽というかね、木の赤ちゃんですねがここに出てます。この他のねこういう葉っぱは全部ミズナラとかブナなんですけれども、そんな中に、青々としたこの薄い緑のね新芽が生えているので、そしてその奥にこのブナのね倒木があるんですけれども、ちょっとその倒木の切れ目っていうのを背後に入れて取っていきたいなと思います。やっぱり木が折れたところの断面ってすごく力があるというか、死に絶えた証がありますので、そういったところにこの新しい命がねこうまた始まっていくところをですねちょっと、映してみたいなと思います。今日はこんな感じでちょっと倒木を使った撮影をしたんですけれども、倒木っていうとめっちゃでかいっていうイメージもあるけど、こういう小さい、被写体と一緒に絡めてもね非常に面白いかなと思います。ということでこちらのね写真を持って終わりたいと思います。腰が痛いということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。